天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座。今回は対称定規の使い方の解説と対称定規を使いながら自然に仕上げる方法に関してお話ししたいなと思います。使い方の解説。ツールパレットから定規作成を選択します。サブツールパレットから対称定規を選択します。ツールプロパティパレットで設定をしていきます。線の本数。同時に描ができる線の本数のことです。左右対称に書きたい場合は2を選びます。キャンバスに視点を置いてペンを浮かさずに角度を決め離すと確定します。水平、垂直に定規を引きたいときは角度刻みを45にしてオンにしましょう。オフにすると自由な角度で定規が引けます。幾何学模様を描きたい場合は線の本数を増やしましょう。線の対象、オンの場合、線対象。オフの場合、回転対象になります。左右対称に書きたい場合はオンにします。編集レイヤーに作成。オンの場合、選択したレイヤーに定規が生成されます。レイヤーパレット右上の定規の表示範囲アイコンをクリックすると、編集対象の時のみ表示になっているので、別レイヤーを選択すると定規が非表示になります。別のレイヤーに定規を移したい場合は、定規アイコンを別レイヤーにドラッグします。定規をコピーしたいときは、Alt を押しながら別レイヤーにドラッグします。編集レイヤーに作成。オフの場合、用紙レイヤーの上に定規レイヤーが生成されます。定規の表示範囲アイコンをクリックすると、すべてのレイヤーで表示となります。すべてのレイヤーで定規を使うことができます。対称定規を引いた後の便利な使い方。定規の表示、非表示は、レイヤーの定規アイコンをシフトを押しながらクリックすることで簡単に切り替えられます。定規を引いた後に角度を変えたい場合、操作ツールで定規を選択し、クロボッチは角度を変更。十字は定規の移動になります。描いたものは追随しません。定規と書いたものを一緒に動かしたいときは、レイヤー移動ツールで動かします。角度は変えられません。ペン、消しゴム、選択範囲が対象定規にスナップしない場合、ツールプロパティ右下のサブツール詳細をクリックし、補正項目のスナップ可能にチェックを入れるとスナップするので、スナップしないときは確認してみてください。対称定規で描いた正面画を自然に仕上げる方法。定規を使ってザクザク描いていきます。髪の毛のトップと前髪は今は細かく描き込まず、髪型の輪郭と毛の流れだけ描いておきます。大体のバランスが決まったらディテールを増やしていきます。別レイヤーに髪の毛のトップを非対称に描いていきます。前髪も髪の毛の流れに沿ってやや非対称になるように描き込んでいきます。ベースカラーを入れてバランスを確認します。正面画で目立つ部分は髪の毛のトップと前髪と瞳の位置なので、レイヤーを分けて必要に応じて非対称に描いてあげると自然な正面画に見えるようになります。ぜひお試しください。
ご視聴ありがとうございます。お絵描きに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり、自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。